こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日はここ上野公園にある東京都美術館の会場から皆様にお伝えしています。水石を美術館でという教会の長い間の願い。その大望を叶えたのが12年前。河原にある石が美術館で様々な疑問を一回で消し飛ばしたのがこの展示会になります。以来12年。海外の方も含めて今回も150席近い展示がなされています。今日はこの中を皆さんと楽しみたいと思います。よろしくお願いします。150席近い水石が展覧されているこの会場、いくつかの部屋に分かれています。特別席と企画席を設けてあるこの第一室の中から何点かをご紹介しましょう。こちらの列は特別席。この教会のために尽くされたそれぞれの団体や個人、その方々のものが飾ってあります。特に多くの観客の方が目を引くのがこの石です。現日本水石協会副会長でもあり、京都国際文化振興財団法人の理事長でもあります田中啓二さんの展示品ですが、鴨川の石ですが、自然の中の現れた感じでいくつかの穴が開いて風穴や洞というものが見えます。東洋的な美と言われる文房具青岩、その愛岩石として長く楽しまれたもので、田中さんの前に副会長をなさっていた馬場リーチ先生の急造品でもあります。珍しい石です。他にもさいたま市大宮盆栽美術館の石、名誉会長の明治神宮の石、そして京都の来山陽の位牌石、様々な名品がこの特別席に毎回飾られています。他にも企画席としていろいろありますが、まずはこちらにある展示ケースの中の石をご紹介しましょう。とてもレトロなケースを使ってこの小さきものを展示しています。こちらにある小さな立っている石、名誉地母観音。今回特別企画をやっていただいた大川家の出品の一石なんですが、保安のためにケースの中ですが、この石は紀州徳川家伝来の石として長く水石界に伝わるもので、現物が飾られるのは大変久しいもので、多くの方が顔を寄せるように見入っています。古谷石が立ったその姿がまさに観音が優しく佇むようになっています。今回の小さな目玉でもあります。神奈川県で採取されたと言われるこの5点の石、名誉五賢人。賢者が5人それぞれの姿で語り合うような場面。今回の展示でも多くの若い愛好家が興味を持って眺めていたことが記憶に残る石です。今回の62回のこの展覧会の主座、ポスターにもなっている石、それがこちらの菊花石です。岐阜県に産するネオ菊花石、その中でも特殊な姿をしたこの石は、江戸期大名としてまた茶人として名を残した片桐石舟の位牌石と伝われています。長く日本の水石界、特に関西で活躍した長村鹿三先生が愛蔵なされ、その時点では戦前の日本画大家橋本関節の位牌と伝えられていました。この展示会の揮毫をなさった大徳寺に
この石州のゆかりがあるために、確認のためにこれを持ち込んだところ、間違いなく片桐石州の伝承石であるという形の極めがおりました。江戸幕府佐藤頭、つまり茶道の指南ですね。これを300年近く続いた石州流。その中にこのような石が、おそらく当時の盆石としては大名書院用のものと思われるもの。これが初めて皆さんの前に公開される機会になった本展です。第一室の片面は毎年様々な企画の展示を行っています。今回は日本三大神宮の一つ、茨城県の鹿島神宮にゆかり深い大川家より15隻の名石を展示しいただいております。幅広いコレクションで有名なこの石、それぞれに歴史もあり、以前のわびチャンネルで紹介させていただいた近衛家の石なども大川家のコレクションになっています。厳選された100を超える単体飾り。その中にはいろいろな方が水石を楽しんでいるのがわかります。北海道に産する幸太郎石の大変古い石。これを飾られたのは埼玉県の木村正彦という方。誰もがご存知の盆栽界の頂点と言われる世界の木村先生がたびたびこの水石展に水石の素晴らしさを飾ってくれています。先生もご来場なさって恥ずかしいなと言いながら楽しまれていきました。掛け軸を使った水石飾りの中には海外から私たちを見守ってくださる方がおります。大きな、そしてのどかな遠山石を見せるこの千仏石。空にはゆっくりと雁が群れをなして降りてくる、まさに自然そのものの石。これを飾られたのはアメリカ・サンフランシスコにいらっしゃるご婦人です。第1回のこの日本の水石展の時もご夫妻でお祝いに来て、すでにもう90を超えるというお年の中で元気に楽しまれています。日本の文化、生け花や水石をアメリカに広めた大変な貢献者でもある方が、私たちを今も、そして100歳になるまで見守ってくださるでしょう。石飾りの中で心に残る石も一つご紹介します。岩だまり、つまり渓谷や山の中の静かな自然の中にある水を呼ぶような石。その上にはしぐれのもみじのちりもみじ。秋景色の飾りですね。その岩の向こうには船遊びをする典型。この小さな典型がこの石を大きく見せる役割も果たします。石の力、桃水という100年前の名水盤の柔らかさ、そして軸、はらはらと雨の中落ちるもみじ、それが落ちるような渓谷の姿、そしてその向こうに流れる川遊び、水盤飾りの手本のような石と言えます。水石の飾り、またその文化には山水形状石とは別にこのような歴史を隠された石があります。鴨川の石、名を文字釣り。半世紀近く非公開とされてきたこの石は、ある悲恋が
その中に隠されています。平安時代、かの地に派遣された中納言、源徹は、ある時道に迷い、村人の娘と深い恋に落ちました。しかし、都へ戻るにさえ別れなければなりません。その思いをしたためた石碑、この文字釣りの石になぞらえた石として長く伝承されたこの石が初めて公の場に飾られました。この石が発見された時に共にそこにしたためられていた伝書です。その土地の代官門馬儀右衛門が文政年間に残した書が石とともに発見されたんです。水石を床飾りでしつらえる、その内容の中にもいろいろありますが、こちらの石は極めて日本を代表するような晴れの石となっています。鴨川の力強い堂々とした石、それに美しい陽辺の楕円の水盤を深さも合わせて使われています。幻の水盤と言われたのんべえ、その中でも唯一という楕円の陽辺、数十年ぶりの公開とされるこの石に、掛け軸は大きな山あいに浮かぶ日輪、そこに飛び交う鶴、なお蓬莱山と名付けられたこの掛け軸は、日本近代画を築いた四大巨匠の一人、菱田春草の筆によるものです。よく山と山が被るではないかという飾りもあります。この石は被るを超えた晴れの飾りを目指しているんでしょう。脇に置かれた小清水の置物は、新年をめでる三番僧の姿。ことほぎの石を見事に三位一体で作った名石と言えます。日本水石名品展、この美術館でのこの開催、トップとしてその運営を預かる長澤理事長にお越しいただきました。理事長、どうもお疲れ様です。小林理事長から引き継いで、名称を日本の水石展から本来の歴史ある日本水石名品展として、いかがですか？もう12回目になるこの東京都美術館の展示会。感無量というかね、それこそ大勢の方のご協力にねよって継続できたということが本当に感じますね。議員の方々もね本当によくやってくれたなと、そういうふうに思います。12回を数えて今年も144隻の出品、それを重ねていったとなると1500点を超える石が今までになっているんですよね。本当に皆さんほとんど重複している展示がないんですよ。それだけのものがこの美術館で公開されてきた。海外の方も多いですね。そうですね。ご出品もずっと。それで日本の文化とか歴史、すごく勉強されている、そういう方々が水石を理解して語っていただいていると、本当にありがたいなと思いますね。本当ですね。私たちが思う以上に世界的に見ると、この東京都美術館、やっぱりそこで水石をっていうのがとても皆さん意味が深いようですよ。はい、来年は盆栽の方が光になるんですよね。水石の方の抱負はどんな感じですか？はい、淡々と粛々とということですかね。この題字を書いている大徳寺法身のご住職ともこの間お会いした時に、石はどのようなもんでしょうかと言ったら、その時の自分の心を映すものだよと。探石の時もその話が自分探しだと、そういうふうにね本田理事が出ましたのでね、それぞれにね一言二言のいいんで
お話が伺えたらなっていう、そういう感じもしますね。そうですね、続けながらそれができればということですね。お忙しい中ですが、閉幕するまでご苦労をかけますが、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。各席、各水石、それぞれに素晴らしさがあり、紹介すればキリがありません。いかがだったでしょうか。第62回日本水石名品展。わびチャンネルは、水石はもとより飾り、盆栽、様々な皆様のご要望に応えた形を世界に発信します。アーカイブスの中にもたくさんのものが込められています。ぜひチャンネル登録をなさってお楽しみいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。